とう。あやったね。そして秘宝がある。何？はい、先ほどの泳がせ見てください。もう目もないし、ここ美味しい腹物もない。ラストポイントですね。ラストはい。ラストはちょっと大きいの釣ろうかな。じゃあうん。でこれ一匹も釣ったねや。確かに。やばボーズだ。俺も一本しか釣ってない。最後じゃあ頑張りますか。はい、頑張りましょ酒井さんヒット。お、3363も後ろでヒット。う。おお。あ、来た。こっちは？あ、でっかいおじさん。あ、見えた。あ、何これ？わお、出た。シルー。来たおめでとう。あやったね。ー。ポンプマンになります。そして秘宝がある。何？リールのネジがなくなった。あ、ま。リールのネジあ、こっちがなくなった。飛んできよったよ。あるし。これ2つですね。破壊神にもなってた。いつもより。さあ、いいサイズ。支流。出ました。支流。これですよ、これ。白鯛。どんな感じで取るのか、いきます。お、すごい。すごい。一瞬すげえ。えぐい。こんな感じ。すごい。すごい。あれだ。丸くなってる魚と同じ形。そうだから綺麗に取れるんだ。そう、硬くてね。すごいこれ。だから本当は僕、鱗取りは推奨してないんやけど、寝かせるときは。まあ、鱗取りたいなって言ったら、こうやったらすぐ取れますよって来てるってなんか特に。万能ナイフですね。気持ちよ。気持ちいい。いきますよ。ううおー、気持ちいい。気持ちいい。気持ちいいこれ。おお、気持ちいい。あ、これだったらお母喜ぶな。うちのお母喜びます。気持ちいい。これ買ってあげよう。じゃあこれもね、持ち帰って美味しくいただきそうやね、ます。美味しく食べよう。はい、はい。もう時間が来たということで釣り終了でございます。終了ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあいいの釣れたね。うん、そして勉強にもなった。はい。ちょっと一旦また港戻ってカメラ回します。はい。ちょっとね今から事務所戻って、津本さんがはい。完全な下処理して、はい10日間寝かせた魚を持ってきてるんですよ今回。マジっすか。それをこう実際寝かせてる魚寝かせてない魚食べ比べてはい。どう変わるのかっていう。気になる。じゃあ一旦じゃあ戻ります。事務所帰ります。戻ります。はい、戻ってきました。戻ってきました。でこっからはい。津本さんがあらかじめ10日間熟成されている魚と今日釣ったばっかの熟成してない魚を食べ比べさせてくれるんですけど、はい。最後の処理まで教えてくれるってことで。おお。あ、ありがたい。やっちゃうよ。はい、お願いします。この子ね、支流。本当は、僕の包丁の方先が細いっていうのは、こういうのがすごくやりやすいのよ。ちょっともう一回見せてもらっていいですか。すごすごっ。だからほら、今わかるかな、これやってるさ、この作業がものすごいしやすいのよ。これに特化された包丁って多分ないのよ。で、僕はこう開けないのよ。なんでそこに道具があるやん。ちょっとこの道具もちょっと見せてもらっていいですか。これ鱗取りじゃなくて鱗取りもできるんやけど、この中のやつをこうやって書き出す道具。すごっ。拷問器具だ。こういうふうな感じならもう早いやん仕事が。早いですね。だからもうあとはここをちょこっときれいに洗ったら終わり。ここ顎のラインまで切らないんですね。そうだからここは腐ってしまうから本来ならでこのまま寝かせると。まあだから今回の場合はもう開けますね、こうやって開けます。で開けたら見てこれ、まだこれ腎臓ね、ここが残ってるやんか。はい。今度はここにシャカシャカもこれをこうやって洗えばもうほぼほぼ取れますよ。あ、血合いがなかった。そう、こうやってシャカシャカと音がするやろ。シャカシャカいますでこれでも出来上がり。ね。すげえ。だから仕事が早いやんか。だからこの仕事を早める道具を作ってるの。だから1匹2匹するぐらいでいらないのよ。はい。あ、何匹も。そう、何匹も何十匹もする人向けの道具。3枚におろします。でこの時にちょっともう面倒くさいから鱗は取らないんですよ。鱗を取らずにいきます。鱗を取らずに。面倒くさいからね。
一回一回包丁を拭いていく。で先の方でまずうわーやりやすそう。そうめっちゃやりやすいのこれで入れるでこれ出来上がりやろ。次またこっちが反対側、ほらこの魚とかタイとかってここにね切れ込み口があるのよ。ここにこの中に実はこれおお本当だ。切ってもいないけど。そうこうなって入りやすくなってるんです。だからそれが探しやすいじゃん。めっちゃこの先が細かったりしたら、ただもうあとは滑るで出来上がりと。早っ。まあ見て血がないやろなんか綺麗。血が全然ないやろ。あ血がない。こういうふうな血ってあんまりも気にもせんでいいから。綺麗。めっちゃ身綺麗。そうなの。でもぶっちゃけこっから皮剥げるんやわ。鱗ついとったら剥ぎやすいのは。もう出刃包丁はここまでやるよね。でもね出刃包丁の出番っていうのはあとは皮も剥げるよと。だから鱗取らなかったんですね。そう簡単に剥げるから。綺麗。でもう一回この次反対側をこうやって鱗が出るやんか。これを一回こう拭いてあげた方が身につかないんで、ここに入り口があるから入り口こっちにもあった。うん。よいしょ、内側に入れてあげて進んでいく。すごすぎて参考にならない。芸術すごい。なんか同じようにできそうにない。いやこれがね実はね、はいこの魚で教えてあげるけど、この包丁使ったらおろせるかあそうなんですか。ら。そうめっちゃ綺麗。綺麗。マジでこの血魚自体がが少ない。綺麗よね。血が少ないね。反対側が見える。すごい一気にいった。すげえ気持ちいい今の。すごい皮引いた後になんかこのなんかどれでもいいねんけどね。こっちの方が切りやすそうですね。皮がない分。でこれでこの魚の完成だからこれの食べ比べと今からするそのカンパチを食べ比べしましょう。でカンパチをおろしていくね。これも美味しそうだけどね。どこに脳があるかっていうテストのここに刺したよね。はい、ここに刺したよね。はい、でペコってしたよねこうやってね。やりましたね。ここに脳があるから。お。あ、これが脳なんです。そうこれが脳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 みそ。おお。脳みその形してるやろ。であ、これが脳みそなんですね。そう俺何回で大きかったな。例えばカンパチ編いきます。ただ寝かしてるだけじゃダメで、やっぱその中でも2回手入れをやり直してる。これが12日経った身。うわ。はいっていうことではい。食べ比べを。いやーやった楽しみだ。はいこちらカンパチですね。カンパチの大トロの部分でシリュウ。まあどちらも美味しそうですね。ね。早速実食。実食しますか。はい。いやー美味しそうな。とり美味しそうあえずねまずまあいつも食べてるやつを食べてみてもらって普通の醤油でどうぞ。いただきます。ちょっと最初は醤油なしでいきます。シリュウ。いいよ。あ、うまい。コリコリ。いただきます。おいしい。このコリコリ感っていうのが日本人が好むコリコリ感で、だからこれを美味しいっていう人はもうほぼ美味しいって言ってくれると思うんですね。オッケー覚えた口。次これを食べてみて。こっちが食べた方がいい先にまず。こっち側はちょっとエグいと思うんで。じゃあ大トロじゃない方の。大トロじゃない方。身の色も綺麗っすもん。これが一応12日間。口の中でどうなるかその魚が。いただきます。
ます膜張れ。うまい。ねっとりしてる。膜張るやろ。口にこの身に膜張ってない、なんか油の。離れてる。うんコーティングされてる。うまなんで？すごっ。ね、で飲み込んだらちょっと甘エビの香りがする。なんかサーモン似てる。サーモンですねこれ。なんかサーモンそうやばだからこうなんのよ。すっごっ。サーモンって結局は10日以上経ってんのよ。 10日以上。 10日以上ノルウェーで養殖されてて、はいでそこから日本に来るまで4日かかって、で検品受けて成田から出てくるまでに3日かかると、合計今7日かかってると、そこからすぐに食卓に行くわけじゃなくて各市場に行くけど、各市場でまず在庫が置いてあるわけやから、サーモンってね、はいその在庫をまず片付けてから、初めて今さっき締められたやつが出てくるわけね、はいはい多分10日ぐらいかかってんのよ。でそれをみんな食べてるの10日とか2週間経ってる。だからサーモンは柔らかくてねったりしててしてますね。うまみがある。そういうこと。なるほど。そうだからサーモンの新しいやつを食べたことある人って言ったらコリコリして美味しくないって言う。サーモンにもコリコリ自体があるんですね。そうだからそれはだからサーモンではダメなのよ。サーモンはねちゃっとしてなかったらダメなの、でもカンパチはコリコリじゃないとダメっていう。でなんでかって言ったらこれを食べたことがないから。あなるほどみんな寝かさないですぐ食べるからって。そうだからこれを食べた時にどっちがうまみがありますかって言ったらこっちの方がうまみがあるのよ。でも食感が美味しい人っていうのは食感で全然構わないんだけど、うまみはどっちかって言ったらこっち。だからこれを今度ねちょっとねはい。あちょっとこれあっさりした醤油サクで見つけたから、はいはいこれ食べてみて。これをこっち九州醤油。これ九州醤油で、これこっちはがあっさり系の僕のちょっとおすすめじゃないけどそこにあったやつで、トロのとこ食べてみて。トロ、うん一番脂乗ってる。そうこのトロのとこ油があるやつってサーモンもそうなんやけど、実はすっきりしたもので食べた方がいいのよ。柑橘系の入ったやつとかポン酢とか、ポン酢の中でも柑橘入れたりとか、で食べたらもっと爽やかに食べれる。いただきます。あっさり系あっ醤油。さり系醤油で。ちゃんと割れ目が。すごい醤油に油が。うまっ。美味しいやろ。いただきます。これがちょっと爽やかに食べれる。うまい。くどくない。最高。だからどうしてくる。どういう食べさせ方が美味しいのかっていうのも今から僕も勉強してんねんけど、わさび醤油だけで食べてたらもったいないんだよね。だからこういう油があるからこいつちょっと柑橘系のもので食べたり、あと味がないやつには味を入れて食べさせたりとか。ちなみにこの熟成した魚で一番何が美味しかったですか？やっぱ畑は美味しい。畑。おお、よくするから先生。畑はだから沖縄は結構畑が多いから、畑は伸びが違うから2週間とか3週間とか平気やし、油すっごいっすね。やろ。めっちゃ美味しい。びっくりした。でこれはちょっとね、うまっ。逆に油を追い油してんねんけど、はい。これ全部うまくて困るなこれ。オリーブオイルと塩なんやけど、これはこれでちょっと塩を挟んで、ちょっとだけよ塩は。あ、おしゃれ。まず違う。ああ、本当だ。おいしいね。和風のカルパッチョみたい。うまい。うまっ。おお。美味しいやろ。美味しいっす。洋食コーナー減るの早っ。ちょ待って。だから一言質問していい？はい。コリコリのカンパチとこっちどっちが美味しかった？もうこっち寝かしたやつがうまいっすね。ねっとり系美味しい。ってなるのよ。だからコリコリの魚が美味しいっていう時代がなくなってくると思ってる。これが簡単に作れだしたらね。これ僕のプレゼントなんやけど。お、お、マジっすかす。げえ置いとく包丁と、これアサシンナイフって言って、これハピソンさんのなんていうかな、締め具の前に僕が考えた締め具なんやけど、はい。これで魚を仕立てることができるっていう。お、すごい。かっこよ。締めるやつだ。あ、魚詰めるやつ。そう。締めて仕立てるやつで、これあ、さっきの包丁だ。うわ。新品バージョン。ここ用で置いといてください。あ、いいんですか？多分包丁イエーイ。いらんってあるよ。多分取り合いっすよこの。取り合い。でこれで一回ちょっとさばいてみて。やったな。はい。これで新品の包すごい丁で。これの切れ味をちょっと試してみて。まずここに線をね、切っ
こってから吸って線入れてみて。こちらは最初に釣った魚ですね。町。こうでまず線入れてみて。終わり、もういい。これ調査これが線入ったね。次こっからここを入れて、中まで奥まで入れていって、そのまま力して奥まで入れた。はい引いて。もう終わりそれ。であ入ってるはいよ。でキコってして。力入れ。でこのまま引いて。あと。もうこれでほぼ入ってるから。もう一回入れる。終わり。入ったここやって持って入れるやろ。だからこの角度で。えぐ切れ味角度大事なんだな。そうだから押したらダメなの。包丁は斜めに切らんときね。斜め。でそのまま一緒。そういきますはいそう気持ちいい簡単やろ。すごっ。薄く切るのが楽しい切れるから確かにここ難しいもんな。俺も途中ここ人生で一番綺麗にここ落とせたマジでなんか俺途中めんどくさくなってこっから落としたの。うん俺もう1センチ落とすもんこっから普段すごっ気持ちいいで今度これを熟成でしたっけだから今度はこれを今からこの密封バッグを使ってはい熟成していきたいと思うんだけど、本当は2パターンあって、これに塩を振ってこの中の水分を出してあげるっていうやり方と、もうペーパーだけで出してあげるっていうやり方があるんだけど、塩でやった場合はその魚にねっとり感を残してしまうんやわ。それが嫌っていう人もおるし、だったらもうペーパーでどんどん抜いていく。今回もちょっとペーパーバージョンでいきたいんやけど、これ今キッチンペーパーなのよね。本当はリードペーパーの方がいい。キッチンペーパーはくっついたらね剥がされへんくなるのよ。だからあんまりおすすめはしてないんだけど、例えばね、こうやって巻いたらこっちの方が分厚くなるやんか。わかる？こっち側で巻くよりも、こっち側を下にするよりもこうやった方が1個目で、これがねどんどん湿気てきて交換するときにまた開けて交換にするんやけど、ならどんどん水分が抜けていったら旨味が残ってくる。凝縮されるんですよそうこれロールペーパーなんやけど、これ6メーター最初ついてるのが6メーターで、好きなところでカットできるので、あんまりケチってカットしたらもったいないのよ。どういうことかっていうと何回も使えるから。これがねまたね水が入っても大丈夫なの。普通真空パック水入ったら壊れるからね。これでね、真空よりも密封の方が身に与えるダメージは少ないの。ギュッてならんから。っていうことかといったら、これ自分でね好きな密封力にできるのよね。シールっていうのにまず底を作ります。で今底を作ったのよね。で大きさをこのぐらいで切ろうかな。切りました。今底ができてます。本当だこれを入れてもう一回密封します。挟むだけなんだ。そうめちゃめちゃここに挟むだけで締めるね。でこの時弱で真空にする必要はないの。ないですね。身を炒めたらダメっていうことやから。触ってみて。柔らかいからまだ。この状態で例えば冷蔵庫に直すとか、一番いいのはお水を張ったトレイかなんかに入れてあげて、で冷蔵庫の中に直す。その時にこの上にタオルを一緒に濡らしてかけとけば浮いてけえへんから。身があるよね。この身を必ず下、皮を上でないと皮目の方に水分いってしまうから。でこれをどんどん出していったら、今度はこの水分どんどん吸うから紙が。それは効果。ほっとったら今度身がまだ水分を吸おうとするから、それを何回か繰り返したら、例えばこの魚やったらあと3日後食べたら全然違った魚になってる。こういう寝かせ方もある。だから寝かした場合は寿命がちょっと短くなるんだけど、ただこのまんま寝かしといてから冷凍は OK。冷凍は OK ね。そう。これ2日目はまたどうするんですか？またキッチンペーパーを変えてもう一回真空。その時は一回ここを切ってもらって、だからねこれ大きく切った方がいいの。ああなるほどですね。なら何回か使えるから、はいはい、そういうことですか。この子が終わるまで使えるような感じで、はいだからもうちょっと長めに切っといて切っていく。そういうことか。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。楽しかった。ね知らんこといっぱいなんか、とりあえずやってたのが、理由分かったらなんかめんどくさからちょっとやってみたいそれあなって。るよね、ちゃんと分かれば何も考えずにやってるよりちゃんと分かってやった方が全然いいと思うし、まあ僕はそのやってることに対して僕は間違ってないと思いながら頑張ってやってるんで、はい、はい、本当に貴重な時間ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。いや早速テレビアでちょっとチャレンジしようと思います。かわいそうにあいつ。つもつさんのせいで。どうしますか。今日締めマスターになったけど締めなくていいですか動画は。動画も締めちゃいますから神経締め締めでいきますので、神経締めバージョンで。お願いします。はいということでですね、今回はなんですか、こっちら行くか。はい、じゃあ今回は坪田さんと魚の処理について勉強してみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。